今日はゴールデンウィーク初日の東京秋葉原駅にやってきたのだ。総武線ホームから電気街口へ向かうコンコースは早速ガチャガチャがずらり。もうテンション爆上がりなのだ。駅構内だけで100台以上はありそうなカプセルトイに人が群がっていました。改札を出る前からさすが秋葉と言いたくなる熱量です。ここは電気街口、駅前から人の海なのだ。ゴールデンウィークの勢いで歩くのも大変なほどぎゅうぎゅうなのだ。普段から人通りは多いですが、連休初日のせいか特に密度が高いですね。今日は街並みの観光をしていくので電気屋さんとかには入らない予定なのだ。これだけの人がいるとお店の中もぎゅうぎゅうで楽しくなさそうなのでバッサリカットです。そして駅前から見えるドーンと黄色い看板、ラジオ会館なのだ。秋葉原といったらラジオ会館ってぐらいのシンボル的なお店なのだ。2014年に建て替えられて現在は10階建て、フィギュアやカードショップなど約30店舗が詰まっています。行列ができてるのでイベントかと思ったらただ入店するための行列みたいなのだ。列の進みが早いのは救いだけど、入店するためにも並ばなきゃいけないなんてゴールデンウィークってすごいね。表通りが混みすぎてるからひとまず裏通りへ、通称ジャンク通りへ向かうのだ。パーツ屋さんがひしめいててワクワクする通りになってるのだ。でもジャンク通りも人で溢れてて早くもげんなりしてます。ゴールデンウィークなんだから分かってたことなのだ。僕の大好きな日野屋カレーを見つけたのだ。秋葉を2号店の真横にあるなんて知らなかったのだ。調べてみたら2016年からあるみたいなのに全然気づかなかったのだ。個人的に日野屋カレーがお気に入りになったのが最近なので、それまで視界に入ってなかっただけのような気がする。秋葉原界隈はカレー激戦区なのでカレー屋さんはそこら中にあるみたいだね。路面ワゴンの変な便利グッズは秋葉のお約束なのだ。ハサミとカッターが合体した謎ツール、ちょっと欲しいのだ。そしてやっぱり普通のが一番使いやすいまでがセットね。ジャンク通りをさらに北上していくのだ。野郎ラーメンも行列がすごいのだ。ニケとコラボ中みたいなのだ。コラボは5月2日から6月1日までです。コラボが始まったばかりというのもあって行列がすごいのかもしれません。裏通りのアパホテルにスープカレーで有名な心が併設されてるんだね。北海道発のスープカレー専門店、具がゴロゴロ入っていてスパイス感もしっかり。以前は別店舗の心をよく利用してたので久々に食べたくなっちゃうね。ジャンガララーメンにも当然のように行列なのだ。飲食店巡りみたいになってきた気がする。秋葉原のラーメン店といえばジャンガララーメン。昨今の秋葉は美味しいお店が増えていますけど、ここの店の行列は変わらないね。対面にはなんだかおしゃれなバーもあるのだ。ノーガホテル併設のバーでお酒とピザのお店みたいです。秋葉っぽくない雰囲気のせいか人はまばらで余裕があるね。空いてるようには見えたけど予約が必要な人気店だとか。中央通りに戻ってきたのだ。裏通りよりも人は多いけど駅から離れてるからか少し人は減ったかな。これぐらいなら歩きやすいね。秋葉プレイスのビルに人が溜まってると思ったらどうやらエレベーター待ちの人だかりみたいなのだ。エクセルシオールカフェも満席でした。このビルには肉の万世が移転してるのだ。いつかは万世ビルで食事をしたいなと思っていたら旧本店のビルは老朽化により2024年3月に閉館。現在は秋葉プレイス店が本店の役割を担っています。今日は行かないけど機会を改めて肉の万世には行ってみたいのだ。秋葉観光といえば外せないスポット、ガチャポン会館なのだ。秋葉原ってそこら中にガチャガチャがあるから潰れないのかなって思ってたけどずっと現役ですね。ここも入店するための行列ができてます。せっかくなのでちょっと入ってみたのだ。そしてすぐ出てきたのだ。狭い店内に人混みなのでかなりしんどいかな。日本人もインバウンド客も多すぎるのだ。ガチャポン会館の近くにあるのは牛カツ123。ここも人気店ですね。いつか入りたいと思ってるけどいつも行列なので結局入ったことがないのだ。今日も行列できてます。この辺りまで来るとかなり人は少なくなるんだね。コアなお店しかないからかな。裏通りを北上して着いたのがブラウニー。
秋葉原の老舗洋食店なのだ。こっちは何度も利用してます。牛すじがとっても美味しいお店で近所に移転してきてほしいほど。今は開店準備中なのでこのまま素通りなのだ。そろそろ休憩したいんだけど、秋葉原側はすごい人なので末広町を越えたところで休憩スポットを探すのだ。ということで末広町駅前の交差点を渡ったところにあるカフェオアシスに来てみました。ふわふわカステラパンケーキが人気みたいです。オーダーから30分ほどかかるとか。でもここも満席なのでちょっと移動するのだ。ゴールデンウィークの秋葉、地獄すぎる。そしてさらに北上してやってきたのがシャンズカフェなのだ。 Google マップで評価がとても高かったので来てみました。この距離ならギリギリで秋葉の休憩スポットとして候補に入れられると思うのだ。さすがにここまで来ると秋葉の人混みとは無縁になったね。静かな店内でやっと一息つけそうです。コーヒーを楽しむ店って感じの雰囲気がいいね。カフェというより喫茶店って感じなのだ。座席はカウンターだったけど席の間隔が広いのでかなり快適です。お店の名前がついているシャンズブレンドを頼んでみたのだ。せっかくなのでベークドチーズケーキも注文しました。美味しいのだ。フルーティーの中に少し苦みがあって美味しい。これならこのままブラックでもいけるのだ。チーズケーキも濃厚で美味しい。でも普通かな。やっぱりコーヒーがメインの店だね。秋葉原に戻る前に一箇所やりたいところがあるのだ。最近 SNS で知ったお店でハンバーグ専門店松屋精肉店です。俵型ハンバーグってやつなのだ。創業100年の松屋精肉店というお肉屋さんがやっていてとても美味しいらしいです。ここも準備中なのだ。この後予定があるので開店してても寄れないんだけどね。秋葉へ戻ってきたけどやっぱり人が多いね。ということで人混みを避けて田代通りを通っていきます。こっちの通りは空いてるね。道も綺麗だし歩きやすいのだ。タピオカ屋さんには行列ができてるね。まだタピオカで行列できるんだね。 UDX の外階段を上がるとイベント会場秋葉スクエア。今日は絵師100人展が開催中なのだ。当日券の売り込みもしてました。秋葉原では5月6日までなのでもう終わりですね。6月からは大阪でやるそうです。 UDX 前の空中回廊を通って今度は電気街を南へ向かうのだ。万世橋からは肉の万世跡地となった解体中のビルが見えるのだ。万世ビルは2025年9月中に解体が完了予定となっています。上の階に行くほど高級になっていくと言われていた万世ビル、なくなる前に行きたかったな。跡地には何ができるんだろうね。意外とタワーマンションとか建っちゃうかもね。それは勘弁してほしいのだ。秋葉原の魅力の詰まった商業ビルだと嬉しいけど。喧騒から離れて静かな神社に到着なのだ。ここはシュタインズゲートの聖地巡礼スポットの一つ柳森神社なのだ。ルカ子がいる神社で作中では柳林神社として登場します。この柳森神社と上野にある秋葉神社を合体させたものがモデルとなっているそうです。もう10年以上前の作品だから閑散としてるかと思いきや境内には巡礼らしき人がポツポツ。ファンの情熱まだまだ健在なのだ。泉橋から太視線を上げるとドーンとそびえ立つのが書店ブックタワーなのだ。秋葉原って電気製品やガジェットだけじゃなく本の街でもあるのだ。高さは9階建て。鉄道、格闘技、ライトノベルなど濃い本が揃う専門書店です。特に鉄道マニアの間では聖地とも言われているとか。中に入ったらつい時間を忘れそうだから今日は遠くから眺めるだけにしておくのだ。ブックタワーも人多いし、ちなみに最上階のイベントスペースではサイン会やトークイベントもよく開催されています。興味がある方は事前に公式サイトでスケジュール確認してみましょう。というわけで秋葉原をぐるりと歩いてきたのだ。人の多さに圧倒されたけどカフェでまったりもできたしいろいろ観光できたしなんだかんだで大満足なのだ。ゴールデンウィーク中は行列で飲食店に入れない場面も多かったけど
末広町エリアまで足を伸ばすと空間に余裕があったね。次は平日に来てカレーやハンバーグのはしごツアーをやりたいのだ。というわけで今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。